風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの扇、どこから来たんだいと笑う。目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に待機した。私なんて誰に理解もされないまま、街外れ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、家を合わせないで固まった心、一人ぼっちで諦めて何をずっと胸に安堵する日々は、しか知らない世界に少し憧れることくらい許してくれますか。淡々と流れでした。生まれてしまった理不尽でも案外人生なんで、私の中じゃねえねえとっぴな未来を想像して膨らむ世界を今日が明日でもノックくれないですか。なんて妄想なんかして外を眺めてると、突然に聞こえてきたのは喋り声。飲みかけのハーブティーを作らずにまき散らし、どうしようとドアの向こうを見つめました。目を合わせると石になってしまう。それは両親に聞いたこと。私の目もそうなっているようで、物語の中なんかじゃいつも怖がられる役ばっかりで、そんなこと知っているわけで、淡々と響きでしたノックの音は初めてで緊張なんてもんじゃ足りないぐらいで、ねえねえとっぴな世界は想像しているよりも実に簡単にドアを開けてしまうものでした。姿にその人は驚いて、目を見ると石になってしまうと言うとただ笑った。僕だって石になってしまうと怯えて暮らしてた。でも世界はさ案外怯えなくていいんだよ。淡々と鳴り響いた心の奥に溢れてた想像が世界にしなり出して、ねえねえとっぴな未来を教えてくれた。あなたが目と迷った時はここで待っているから。あなたがくれた服のフードを少しだけ揺らしてみせた。